ドッグフード徹底解説の翔です。こまちゃんです。はい。今回はですね、ミールについて非常に勘違いしやすい言葉ですね。おそらくほとんどの方はミールっていうのは良くないものっていう風な印象を抱かれてると思うんですけど、決してそうではないっていうのを知っていただきたくって動画を撮ってみることにしました。よくね、こんな表現を見ることってないですか？例えば、新鮮な生肉を豊富に使用していて高タンパクなフードですみたいな表現。ミール不使用、新鮮な生肉を多く使用しています。50% 使用しています。とかいう表現ですね。これって実はちょっと矛盾していて、というのも生肉っていうのは7割ぐらいが水分なんですよ。だからタンパク質の割合としてはそう多くないんですよね。新鮮な生肉っていうと、この状態ですよね。これ、100g の鹿肉です。タンパク質ってこの 100g 中に、20%、20g ぐらいしか含まれてないんですね。7割5分ぐらいは水分になります。じゃあ、ミールってどういうものかっていうと、はい、これ、家にあるフードドライヤーでジャーキー作ってそれを粉砕したものなんですけど、元の肉としては 100g です。でも乾燥させてるんで粉状になって水分飛んでるんで軽くなってますよね。タンパク質の割合としては高タンパクな状態になってます。大体なんですけど、生肉状態と比べて3倍タンパク質の含有量が上がってる、そんな状態のものがミールとなります。こういうジャーキーですね。ジャーキーを粉砕して粉にしたんがミール。動物性原料、肉とか魚とかからタンパク質を確保しようとすると、ミールっていうのが絶対設計上必要になってくるっていうこと。フードによっては低タンパクな 20% 以下ぐらいのフードとかもありますけど、そういうフードであれば生肉だけでも別に問題ないんですけど、 30% ぐらいそれを超えるような高タンパクなフードを作ろうってなると、ミールが絶対必須になるんですよ。植物性のタンパク質、例えば脱脂大豆とかエンドウ豆タンパクとか、ああいうのっていうのは要は豆のミールみたいなもんなんで、豆のタンパク質を濃縮しているんで、それでももちろん高タンパクなフードは作れます。でも生肉使ってますアピールをして、実際は保証成分値上のタンパク質が何由来かっていうのが抜け落ちてることが結構多いんですね。まとめると、動物性タンパク質をしっかり確保する設計にするのであれば、ミールっていうのは必要不可欠です。つまり、生肉を例えば 50% 使用してフードを作った場合、生肉っていうのはほとんどが水分なんで、結構水分量が飛ぶんですよ。生肉以外の部分、穀物であったり豆であったり米ぬかとか使ってる場合もあるし、そういうのの割合が結構多くなるんですよね。するとどうなるかっていうと、保証成分値上のタンパク質が動物性由来のものが多いってわけではないっていう現象が起こります。これはあくまでもカリカリ系のフードの場合ですね。カリカリ系のフードは炭水化物源っていうのが絶対に必要となってきますんで、要は生肉だけ使っとったら生肉の水分が飛んじゃって炭水化物の割合っていうのが非常に多くなっちゃうっていうことです。じゃあね、こう聞くと、ミールっていうのは非常に動物性タンパク質を確保しやすい原料なんでいいっていう風にも取れるんですが、ここが難しいポイントで、基本的にその人間が食べれない不可食部位、そこを乾燥させて油を抜いて高タンパクな粉状のものにしてるっていうのがミールなんですけど、要はそこで一体どんな原料を使ってるんかであったりとか、ミールにする工程で熱加工をすごいしてますんで、栄養素が劣化してるであったり、ミール自体の品質っていうのは非常に差があってですね、いいミールもあるし悪いミールもあるっていう風に認識していただければいいかなと思います。つまりね、この、人間が食べても非常に美味しい、これを原料にして80度ぐらいで乾燥させたんですけど、それを原料にして作った鹿ミール、これは
多分そんなに悪いイメージ抱かないと思うんですけど、国産はこのミールっていうのがイメージ悪すぎて入ってない方が売れるみたいなところがあって、ほとんどの場合動物性のミールって使ってないんですよ。だから割と植物性由来のタンパク質が多かったその炭水化物の割合のちょっと多いフードが多いんですけど、海外製の場合はね、どんなミールを使ってるか、例えば副産物、人間が食べない不可食部位を使わずに低温で乾燥させたものをミールで使用していますよとかいう、そういう説明が入ってたりするフードもあるんで、ミールっていうのが心配であれば、どんなミールを使ってるかっていうのを説明しているようなフードを選べばいいかなと思います。とは言ってもね、じゃあ実際ドッグフードの原材料表示を見てですよ、この保証成分が動物性タンパクが実質豊富なんか、植物性タンパクの割合が多いんじゃないかとか、そういうのを判断するのって非常に難しいと思うんですよね。私はいろいろ見てるんで、配合設計もやってたことあるんで別ですけど、普通はちょっと判断しにくいと思うんですよ。で、じゃあそんな場合に一番簡単な方法を紹介しておきます。例えばね、フードによってはタンパク質 21% なんですね。結構低タンパクなフードですよね。その 21% のうち 65% が動物性タンパク質ですよっていう意味ですね。で、残りの 35% が植物性タンパク質ですよっていう意味。こういう記載をしているフードっていうのは基本的に外れは少ないです。あともう一つ例を出すと、これなんかだと 92% が動物由来のタンパク質って書いてますけど、保証成分値が 25% なんですよね。そのうちの 92%、ほとんどが動物性由来のタンパク質ですよっていう説明。つまりタンパク質を見るときって25% なんか 30% なんかっていうこの数値自体も大事なんですけど、その数値はどこからタンパク質が供給されてるっていう、その視点が非常に大事になってくるんで、そこを意識してもらえたらなっていうふうに思います。でね、このミールアクセスにはね、ちょっと思うことがあって、よくね 4D ミートとか書いてるとこありますけど、それが危険だって書いて不安を煽ってでおすすめするフードはってアフィリエイトのフードに誘導したりとかですね。それがより一層ミールっていうののイメージを悪くしている要因なんかなっていう風にも感じますよね。ミールってね、確かにね、愛犬の食事に入ってるものとして不安っていう気持ちはこれ非常にわかります。レンダリング産業って言って、私たちスーパー行って肉買う時ってもう綺麗にカットされとってもうすぐ調理できるような状態で陳列してますよね。なんでそんな状態にできるかって言ったら、このレンダリング産業が人間の食べ物に向かない部分、不可食部位をそれをミールにしてるっていうのがレンダリング産業なんですけど、そこで出たミールはペットフードもそうですし、家畜の飼料であったり肥料の分野なんかでも使われますし、いろんな分野に使われとって資源の循環として見た場合非常に重要な産業でもあるんですよね。家畜の飼料の分野なんかで考えてもらったらいいんですけど、家畜の飼料ってもうすごい厳しく成分値とかって管理されてるんですよね。それは当然でも非常に経済性の高いジャンルなんで、例えば出てきたチキンミールが、毎回成分値バラバラやったら話にならないんですよね。おそらく皆さんが思ってる以上にしっかり管理はされています。なんかすごい都市伝説みたいなこと書いてるとことかありますけど、そこまで悪いもんではないんでね。資源の循環っていう意味では非常に重要な産業ですし、そう悪く見なくてもいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。今回はこんぐらいでミールについてでした。また次回もよろしくお願いいたします。